外国人だから嫌いなのではないです。はい。日本人が嫌うのはルールを守らない人、周りに配慮しない人、文化を尊重しない人です。はい。今日はですね、日本人は外国人が嫌いなのかというテーマについてお話をしていきます。はい。まず結論から言いますと、私は日本人は外国人が嫌いなわけではないと思っております。はい。ただ、日本人はもともと他人との距離がね、遠い民族ですから、知らない人には話をかけない。はい。電車では静かにする。エレベーターでは基本無言というのが普通です。まあ、海外の方にとってはね、そういう人とのね、コミュニケーション、フレンドリーに話すことが普通とされているかもしれないんですけど、私たち日本人にとっては、積極的に話しかける文化はあまりありません。はい。だから外国人に対してもね、距離があります。これは外国人だからではなく、日本人同士でも一緒というのはまず覚えておいてください。ただね、その外国人からすると、嫌われてる、その距離感が嫌われてるんじゃないかと誤解されることがあるみたいですね。はい。まあ日本人はね、実際に英語が話せないとか、何を話せばいいかわからない。まあ失礼になりたくないなどね、そんな理由で話しかけられない人もたくさんいます。はい。そうですね。まあ続いてが、その外国人のイメージが悪くなっているということです。はい。ここからは少しちょっと正直な話をさせてください。はい。最近はね、日本で外国人観光客に対するイメージが本当に悪くなっているのも事実です。はい。まあ、例えば観光地で大きな声で騒ぐ、ゴミを置いて帰る、はい、神社で懸垂をする、はい、鳥居の前で TikTok を撮ってみるとかね、あの神社の中をね、自転車で走ったりとか、まあ、竹に自分の名前を彫ったりとかね。はい。SNS とかではね、こういう動画がね、もう毎日のように拡散されていますけど、やっぱりね、もちろん、そんなことをする外国人は一部です。みんなじゃありません。もちろん私の生徒さんとか、今見てくれる方々はね、こういうタイプの観光客ではないと私は信じております。はい。で、大多数の人はね、こういうルールを守ってね、旅行を楽しんでいると思いますけども、でもやっぱり人って悪い印象の方が頭に残りやすいですよね。記憶に強く残ります。だからそのイメージがねちょっと悪くなってるんです。ただここで誤解をしてほしくないのが、日本人は外国人だから嫌いなのではありません。はい、違います。はい、日本人はただま、ま、マナーを守らない人が嫌いなんです。はい、ルールを守らない人に疲れております。はい、これは日本人同士でも同じですね。はい、電車で騒ぐ人、ポイ捨てをする人、列に割り込む人、こういう人は完全に嫌われます。はい、国籍ではなく、その行動ですね。行動を見ております。はい。あと日本人はあまり直接的に注意をすることはありません。まあ国民性的にトラブルになるくらいなら我慢しよう、面倒なことには巻き込まれたくない、そう考える人が多いんですね。はい。結構なんで、だからこういう迷惑行為を見ても黙っている人が多いんじゃないかなって思います。でもやっぱり心の中ではね、イライラしている人も多いのは事実かと思います。はい。で、やっぱり私はね、毎晩国際問題とかね、そういう政治とか結構割と好きなので、毎晩 X で国際問題についての投稿をよく見るんですけども、海外ではね、日本人はなぜ英語を話さないのとか、日本人は外国人に隣に座らないとかね、そういう投稿もね、時々見かけるんですけど、一方で日本人がね、よく共有というかね、シェアしている内容っていうのは、電車でキャリーケースに足を乗せて通路を塞いでいる人とか、まあさっきも言いましたけど、観光地の竹に名前を彫っている動画、はい、文化財に迷惑行為をしている動画など、
直接注意はしていなくても裏では怒っている人が多いのも事実です。でリプライね、リプとかを見てみると、なんかやっぱりそこでね語り合っている人はたくさんいます。はい、それも事実です。はい。で、ここでもう一つお伝えしたいのが、観光客だけではないということです。はい。最近はね、日本に住んでいる、日本で生活している外国人も増えてきました。はい。その外国人についてのお話なんですけど、これは結構なセンシティブな話なので、私は外国人全体を一括りにしたいわけではありません。ただ、日本では生活習慣の違いによるトラブルがニュースになることはね、割とあります。ニュースというか、そういうね、SNS で拡散されていることはよくあります。例えば、近所の人の家になっている果物をね、夜に集団で取りに行って、撮影してわちゃわちゃわちゃって楽しんでいるものとか、あと集合住宅のベランダとかでバーベキューをしている。で、煙とかね、雑音で近所の人と揉めているとか、あとゴミの分別ルールを知らない人とかね、こういうニュース、なんていうかな、共有している、ツイートしている人も結構います。見ます。はい。で、最近は外国人住民への行政サービスですね。あと医療制度、出産支援などについてもね、議論がすごい続いております。はい。日本語が話せなくても受けられる支援をどう考えるのかっていうのは、今後すごい大きな問題になってくると思います。はい。移民が増えているのはね、確かに事実なので。はい。税金とのこの事実、このバランスをね、どう考えるのか、どう取っていくのか。はい。本当に様々な意見があります。はい。やっぱり日本人って、困っている人がいたら助けてあげたいっていう思いやりのある国民なのは確かなんですけど、今のこの日本の政治っていうか情勢っていうのは、日本国民である私たちがそもそも、なんていうかな、優先順位が日本国民であるのに低い、自分たちが満足に幸せ、幸福を感じられていないのに、外国人をサポートする、自分たちの税金を使ってたくさん働いて税金を政府に納めて、その税金を使って外国人を助けるのってちょっと違うよねっていう怒り、不満を持っている人は本当に多いです。正直私も含めです。はい。ここはね、ここで政治的な話をしたらちょっと長くなってしまうんですけど、一旦ここで終わります。はい。で、伝えたいのはね、こうしたニュースが積み重なることで、外国人という大きなね、縛りに対して不満を感じる人も、増えてしまうというのは事実です。はい。続いてお話ししたいのは、私は日本人にはね、大きく3つのタイプの人がいると思っております。1つ目、はい。外国人と積極的に交流をしたい人。海外旅行が好きで、英語も好き。他のイタリア語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語、何でもいいですけど、文化交流を楽しみたい人。はい。次、2つ目。はい。興味はあるけど話しかけられない人。英語がまだね、そんなに上達してない、苦手な人とかで、失礼になりたくない。だから距離を取る。はい。実は意外とこれが一番多いんじゃないかなと思っております。はい。続いて3つ目。はい。正直に言えば、苦手意識を持っている人。はい。これはさっきもお話ししたんですけど、その理由は国籍ではなく、過去のその経験やらニュースやら、そういうソーシャルメディアのせいというかね、ソーシャルメディアから来る不安であることが多いんじゃないかなと思っております。はい。ではね、じゃあ日本人は外国人が嫌いなのでしょうかという今回のテーマに対して私の答えは、外国人だから嫌いなのではないです。はい。日本人が嫌うのはルールを守らない人、周りに配慮しない人、文化を尊重しない人です。はい。逆に
日本のねルールを理解しようとしてくれたり、皆さんみたいに一生懸命日本語を勉強しようとしてくれたりする人、そうちゃんとねこうありがとうっていう気持ちを持って日本に来てくれてる人、はい、静かに電車に乗ってゴミは持ち帰って文化を大切にしてくれる方々、そんな人をね私たち日本人はね嫌うことはそうそうありません。ほとんどいません。はい、ただね日本人はね少しシャイな国民性の人たちです。話しかけないから嫌いなのではなくって、単にシャイです。はい。あと、こう怒らないから気にしてないわけでもありません。心の中では不満もあります。はい。このね、日本人らしい距離感が海外ではね、こうちょっと誤解をされることもあるかもしれないんですけども、だから私は日本人は外国人が嫌いなのかという質問に対しての答えはいいえ、違います。日本人が嫌いなのは外国人ではなく、マナーを守らない人たちです。これが一人の日本人としての率直な本音かなと思います。はい。なので皆さんね、逆もしかりで、もし自分たちの国にマナーを守らない外国人観光客の方が来て好き勝手やっていると想像してみてください。嫌ですよね。それと同じということです。はい、国籍は関係ありません。ということで、今回はこれのテーマについて、ちょっとね、センシティブなお話だったんですけど、聞いてくれてありがとうございます。ね、いい国際関係をこれからね、はい、できるといいんですけど。はい。ではね、今後ともまた聞いてください。今日はありがとうございました。バイバーイ。